皆さんこんにちは。今回は、浮気がバレてしまい、夫や実家から制裁を受けてしまった一致のお話です。それでは、本編をどうぞ。今朝起きたらリビングのテーブルの上に更新所の封筒があって、その上に離婚届が置いてあった。旦那は荷物と共にいなかった。同僚彼のところには弁護士から内容証明が届いたって LINE がさっき来た。彼の子供を妊娠して丸絶したのもバレてた。私の実家に電話したら父に絶縁宣言された。これからどうなるんだろう。私30、旦那32、結婚3年目で住んで、彼とは結婚前から5年。どうなるも何も離婚して慰謝料払うんだよ。丸絶までしてるって旦那の人生をなんとも思ってないよな。みんな身の倫理観持ってる人間からは軽蔑されて当然。たとえ実の親だって嫌になるだろ。こんな人を人とも思わないクズのことなんて。確かに何言われても仕方ないことをしてきました。彼とは体の相性が良くてずるずると続けてきました。彼に言われてずっと拒否してました。今夜私の実家で話し合いだそうで、旦那と弁護士さんが来るそうです。不倫相手はいくら請求されたって？封筒の中に要求書というものがあり、離婚、接触禁止、慰謝料1000万、家の買い取りとありました。彼が何を要求されてるのかは知りません。実家に絶縁されたらとてもじゃないけど払えません。離婚回避する方法はないでしょうか？実家に絶縁されたから丸族やって慰謝料払え。旦那との離婚は決定。両親と今は無理だが将来の和解は可能。今すべきは不倫相手の家に突し再婚を要求すること。子供さえできてしまえば孫可愛さで両親は懐柔できる。すぐに不倫相手の嫁と対決してこい。旦那とやるなとあんたを独占して俺の女扱いして丸絶までさせたんだから責任取ってもらえよ。拒否されたら人情沙汰になっても同情してもらえるぞ。ただし相手の嫁さんは被害者だから傷つけるなよ。まさか家に連れ込んだ？いつも家出してました。彼の下着も私のクローゼットに置いてました。過去に年分の証拠があるそうです。彼の奥さんからも慰謝料の請求があるから覚悟しとけとも書いてありました。私と彼には生き地獄に行ってもらうと旦那が実家に電話してました。お前も不倫相手も悪質すぎて拷問の末に丸されても仕方がないわ。せめて人間でいたいなら丸族に落ちてでも慰謝料はいいねで払え。払い終えてからすっきりした気分で自分の人生を歩め。どこまで旦那をバカにすれば気が済むのか。たった数千万で払えるんだから自力でなんとかしろよ。何年かそう丸で頑張ればいけるだろ。そこまでやっておきながら離婚、慰謝料、実家絶縁で済ませてもらえるなら十分すぎるほどぬるい対応。旦那に感謝して全ての要求を受け入れろ。旦那があんたと相手の男を生き地獄に行ってもらうと言ってる以上、もうどうにもならんね。離婚回避も相手の男に頼るのも無理。まあ自業自得だし地獄に落ちてください。結構似たような話あるけどこういう人は何のために結婚したんだろ。ATM。2年の不倫は悪質だね。生き地獄決定。まあ男も1000万円は要求されているだろう。闇金から金を借りてでも要求された金を払ってやれよ。昨晩の話し合いから放心状態でした。彼も呼び出され徹底的に論破されて無抵抗でした。私と彼が旦那を小馬鹿にしたような会話もしっかり録画されてました。私の両親はただ土下座するばかりでした。彼の奥さんも途中から同席して彼も離婚を要求されました。私への要求額は合計で5000万ぐらいで彼には多分1億ぐらいだと思います。旦那と彼の奥さんは事前に相談していたようですっかり話ができていました。私も彼も親から絶縁を改めて告げられました。彼は家を追い出され彼の奥さんと彼の義両親と養子縁組するそうです。私も彼と一緒になって2人で慰謝料払ってね、と旦那に笑いながら言われました。彼は仕事中に来てたので彼の会社にも事実を伝えるそうです。体の相性が良くても彼と結婚して一緒に暮らすなんてごめんです。せめて減額してもらえるように誠心誠意謝ります。非現実的な額だな。裁判やっても300万程度じゃないの？資産持ちなのか？不倫相手への要求1億とかはら。いかがだったでしょうか？浮気をしていたことで多額の借金を抱えてしまい、その上家族からも絶縁されてしまった一致。今後は長い期間償う日々が続くことでしょう。1億もらえるとか少し羨ましいなと思った正直な方は、チャンネル登録といいねボタン、良ければ動画の感想などをコメントでお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。